皆さんこんにちは、西井です。このチャンネルではサイクリングシューズの合成分析をメインとした内容をお送りしております。私は現在三重県の多気町というところで、プライベートレッスンやフィッティングをメインとしたサイクリストの秘密ラボフラスコというものを主催しております。そこではたくさんの方々のシューズに触れさせていただくんですが、そこでふと疑問に思うことが出てきました。それは何かと言いますと、シューズの合成がメーカーによってバラバラということなんですね。例えばあるメーカーは合成指数12が最高であったり、また別のメーカーは今度は合成指数15が最高であったりします。そうするとユーザーとしてはどのシューズを選んでいいのか、どれが一番硬いのか、それがもう全く分かりません。何せ指標ですから単位も何もありません。メーカーの独自の基準でその合成を指数化している、そういう形になります。それではですね、もうユーザーにとってはとても困ると思うんです。実際私も自分のシューズを選ぶときにどれぐらいの合成を選んでいいのかが全く分かりませんでした。なのでこれを機会にですね、もうサイクリングシューズ、ありとあらゆるサイクリングシューズの合成をもう分析してしまおう。それをちょっと思い立ってこのチャンネルを始めました。そんなわけでですね、これからはいろんなメーカーのいろんなシューズをどんどんね、分析していきたいと考えておりますので、ぜひ皆さんもですね、このチャンネルを参考にしていただいて、自分のシューズ選びがね、バチッと決まるようにしていただけたらなと思います。ということで早速今日のシューズを見てみましょう。今日分析に使用するシューズはシマノの RC9 です。シマノのフラッグシップモデルですね。で細かいレビューとかはですね、公式サイトや他の方の、チャンネルを見ていただくとして、西井的にはですね、このアッパーの素材が非常に柔らかくて滑らか、すごい高級感があります。そして何よりですね、このヒールカップが結構しっかりしてそうなのもちょっと私はすごく興味があります。そして分析に使うシューズはですね、これ今後全部42を使います。特別な断りがない限り基本的には全て42を使います。それでは RC9 の重量を測ってみましょう。カタログ値が 235.5g なんですが 239g となりました。カタログよりちょっと重いかな。さあそれではスタックハイトも測っていきましょう。スタックハイトはこんな感じで、16箇所測ります。でスタックハイトを測るときはですね、このインソールの厚みがなくなるように、これ関係ないのでね、インソール取っちゃいます。さあじゃあ順番にね1番から測っていきたいと思いますが、すごいな、アッパーがこれだけ回っているから結構そこに到達させるのが至難の技です。アッパーがね長いんですよ。5.77 5.69 5.83 5.3 5.5 5.7 5.47で8がね、これがね一番三角形の重心です。 5.58 6.0 6.0 5.4 5.60 5.37 6.0 5.55 5.63。 はい、後でねこの数字を平均値出します。先ほどのちょっと説明が足りなかったんですけれど、この紙、これですね、これの厚さはですね 0.037 なので、この厚さはね後で引いておきます。
さあそれではね、まず引き上げる方向、引き足方向のですね曲げを見てみたいと思います。おお、やっぱ硬そうな感じがしますね。それでも今は150ニュートンで、荷重をして、これぐらい動いてるかな。ね、こうやって見ると結構シューズもね、実際走ってる最中にそれなりにしなってるかもしれないですね。はい、それではね、今からやるのは今度は踏み足ですね。踏み込み方向に150ニュートンの荷重を加えるとどのような感じでねシューズが変形しているのか、ソールが変形しているのか見てみたいと思います。これもね10回いきますんでね、見ててくださいよ。さあどうですか。まあそれなりに動いてはいるけれど硬そうですね。ね、少しはたわんでるの見えますか。まあ今150ニュートンの力をかけてますけれども、実際にねそんな150ニュートン分の力がかかとにかかるわけではないので、まあ、ほとんどの力はペダルの軸に乗ってると思うんですが、まあ、そこからこぼれた力がこのソールを変形させる、多分そういう解釈の方が正しいんじゃないでしょうか。さあ今度はですね、ちょっと特殊なジグをつけまして界内の動きを取ってみたいと思います。界内っていうのはまあねじれですね。さあではいきますよ。今は50ニュートンの力で押しております。界内っていうのはこう小指が持ち上がる感じの動き、これを界内と言います。はい、今度は界外の動きですね。界外っていうのは足が小指がこう下に下がる、そんな足首の動きです。では行ってみましょう。ちょっとね動画では分かりづらいんですけれども、それなりにこうねじれてます。でもそんなになんか大きくねじれてる感じはないですね。やっぱり剛性が高い手術なんだなって、そんな感じがします。さあそれでは先ほどまでのね測定の結果を見てみたいと思います。まず引き足方向ですが10ミリ変形させるのに必要だった力は 172.8 ニュートンでした。そして今度は踏み足方向ですね。こちらを同じように10ミリソールを変形させるのに必要だった力は
180.3 ニュートンでした。次に今度はねじれです。ねじれは1度、2度、3度、4度、5度というふうに、角度に変換をしてあります。こちらは一番押した時5度の変形の時にねじれの時に必要だったトルクは 1.9 ニュートンメーター。ごめんなさい、プロネーションというのはこれは引き足方向で界内の動きですね。界内の動きをする時に必要だった力は 1.9 ニュートンメーターです。そして今度は踏み足、ペダルを下に押し下げる時に5度ソールをねじれさせるのに必要だった力は 2.5 ニュートンメーターということになります。さあ、じゃあなんでこういったことを計測しているか、縦の方向の曲げと横方向のねじれ、この2種類を計測したかということをご説明いたします。まず踏み足というのはですね、先行研究によるとだいたい上支点を過ぎて50度ぐらいからぐーっと力も入り、下支点を過ぎたあたりまで力が入ると言われています。その時に足の関節はどうなっているかっていうと、低屈という動きをします。低屈っていうのは足首をこう下に押し下げる方向の動きですね。でその低屈の動きをしている時に実は足首、これはですね界外という動き、先ほどのねじれですけれども界外という動きが加わるというふうに言われております。一方で今度は引き足ですが、引き足は下支点あたりからぐーっと超えて50度から70度ぐらいのところまで、実はこの時に低屈じゃなくて今度は背屈という動きをします。この背屈っていうのはつま先が持ち上がる動きなんですが、50度から70度ぐらいのところで背屈が最大になると言われています。でその背屈の時には足の関節は界内という動きをするというふうに先行研究では報告されています。ですからこの2つを組み合わせるとソールの剛性をうまく表現できるんじゃないかというふうに考えました。それがこちらの二次元座標になります。縦軸は縦方向ですね、ソールの長い方向の曲げ剛性。横軸はねじれの剛性を表現しています。でこのねじれというのはですね、界外界内2つあるんですが、原点を中心にして右方向が界外、左方向が界内、縦の方向もですね、上に行くのが踏み足、下に行くのが引き足の方向の剛性というふうに表現したいと思います。もう少し簡単に分かるように説明をすると、中心に近づくほどねじれやすい、曲がりやすい。上に行くほど、ごめんなさい、外に行くほど曲がりにくい、ねじれにくいということが表現できるかなと思います。つまり、この位置にあるシューズは曲がりにくくねじれにくい。それよりもう少し内側に来ると曲がりにくくねじれやすい。より原点に近いエリアの場合は曲がりやすくねじれやすい。皆さんご想像の通り、ここはソール剛性が低いシューズ。曲がりにくくねじれにくいというのはソール剛性が高いシューズというふうに表現できるかなと思います。あともう一つ、ここのゾーンは曲がりやすくねじれにくいというシューズになるかと思うんですが、これはどういう表現になるのかは、ちょっと今後のね課題にしたいと思います。で、このゾーンが踏み足に関して、でこちらのゾーンが引き足に関して、表現できる、そんなふうに考えています。さあ、これを今回のデータとデータを入れて見てみましょう。まず RC9 の踏み足方向の時のソールの剛性ですが、ご覧の位置になりました。そして引き足方向はご覧の位置になりました。踏み足と引き足で若干剛性のこの評価に値に違いがあるのかなっていうのが分かります。ただ、正直なところこれが剛性が高いのか低いのかっていうのはまだ分かりません。
何せ、第1回目初めてのシューズですから、これがある意味基準になります。ただこれだけではちょっと分かりづらいので、参考までに本当に参考までにというレベルなんですけれども、私が使っているシューズをプロットしてみました。サイズも違いますしメーカーも違うので本当に参考程度です。そうするとご覧の位置になりました。これはまあカーボンソールのシューズなんですけれども、ねじれに関してはほぼ同じぐらい。ただ縦方向の合成というものに関しては、半分ぐらいのレベルになりますので、やはりシューズによって合成はかなり違うんだな、そんな感じがしております。なのでね、今後はこれにどんな点がプロットされるかで、そのシューズの合成の特性っていうのがどんどん表現されていくといいなというふうに考えております。さあ皆さんいかがだったでしょうか。今日はねシマノのトップグレード RC9 をね分析をしてみました。やはりトップグレードの名にたがわず、非常に高い合成を持っているんじゃないか、そんな印象を受けました。ただまだね今回これが初めてのシューズなので、これがどれだけの合成を持っているのか、あるいは他のメーカーと比べてどれぐらいのものなのかっていうのはこれからの課題ではありますが、まず第一歩としてはすごくいい分析ができたんじゃないかなと思ってます。そしてまだ分析方法にはですね改善の余地があるというふうに考えております。例えばねじれのねトルクの計測なんかっていうのは本当は軸をちゃんと規定しないと正しいトルクの計測っていうのはできないので、本当はそこをちゃんとねやらなきゃいけないんですが、なかなかちょっと私のアイデアでは至らない点もありますので、ぜひ皆さんからねこうしたらもっと良くなるんじゃないかっていうアイデアがありましたらコメント欄にねどしどしお寄せください。さあこのチャンネルではですね今後もいろんなサイクリングシューズの分析を進めていきたいと思っております。ぜひこのシューズを見てみたい、このシューズの合成を知りたいなんていうのがねありましたらぜひお寄せください。またフラスコの方ではですねサイクリングシューズの皆さんが使っているシューズの合成計測とクリート位置を出す郵送サービスも新しく始めております。ぜひねそちらもねご活用ください。ということでね今回はシマノのフラッグシップモデル RC9 でした。次回またね別のシューズを分析しますのでお楽しみにしていてください。それではまた。